おはようございます。2023年10月22日日曜日、午前9時23分です。これから出発します。昨日ご質問が少ないって書いたら皆さん一生懸命送ってくれてありがとうございます。質問があると番組を組み立てやすいです。私もイージーになります。いつもの方がご質問ご指摘いただきまして、サポートに、渡しちゃった方がいいよって昨日話した件ですね。ちょっと問題があってもそのまま渡した方がいいよ。で、僕はサポートの方が、後の処理、めんどくさいから、そういうふうに、したんじゃないかって想像したんですけども、その方が、法的にね、渡しちゃった方が、もう完結するから、その方が話が早いからじゃないか。そうですね。そうかもしれない。渡してしまえば、もうそれは商品の争奪が完了してますからね。僕たちもう関係なくなっちゃうんで、あと、サポートと、注文者様の間の話だけになりますから、結局意味は同じですけども、話が簡単になりますからね。法的なことは、あると思います。で、同じ方が、僕地図何使ってますかって、お聞きになってるんですけども、iPhone でやる場合は、iPhone のUber の地図、そのままで結構いけるんで、そのままですね。で、保管として Yahoo 地図ぐらい。で、Android の場合は、逆にあんまりUber アプリの地図良くないんで、はっきりしないですから、一回一回、Yahoo 地図で起こして、僕はマンション確認していっています。ただ、住宅地図もないと、一軒一軒わかんない場合もあるんで、前輪の住宅地図は契約して使ってます。で、前輪の地図がない場合ですね、Uber の地図と Yahoo 地図と、両方何かトラブルがあって、うまくいかない時ありますから、それ以外の地図、何でもいいんですけども、もう一つインストールしておいた方が、気分的には楽だと思います。すいません、ちょっと熱くなったんで、1枚脱ぎました。で、昨日のそのまま渡しちゃってもいいですよって話の延長で、サポートに連絡しないと、何かあった時赤点になるんじゃないか。なんかそれが心配でみんな、サポートにまめに連絡するんだってありましたけどね。サポートに連絡しなければいけないのは、お金が絡む時、再配達するかもしれないとか、返金するかもしれないとか、お金が絡むときは、サポートに連絡した方がいい。あと、通常のルーチンでなくて、なんかイレギュラーなことがあって、アプリがなんか全然誤作動をしてうまくいかないんだとか、そういう時は連絡した方がいい。ただ、お金が絡むことでも、もう決まってることは、配達員がこれ判断してくださいって決まってることは、そのまま判断した方がいいです。で、さっき話した、渡しちゃってくださいのやつも、その後返金とか再配達とか発生するんだけど、それはなるべく渡してくださいって方向性が決まってるんだから、それは渡して、あとはドローンして、あとのことは注文者さんと、本部でやってもらって、それでいいんです。で、お客様に何か言われたら、申し訳ございません。私の方から、いろいろちょっとやると、いろいろ面倒なんで、お客様から直接言っていただいた方が、話が早く終わりますので、ちょっと申し訳ないんですけども、お客様から、メールで、本部の方にクレームあげてください。申し訳ございません。で、いいんじゃないかな。で、よくみんなが、だいたい連絡するって言ってるのが、廃棄になるときですよね。10分廃棄。で、あれも、ルール上、10分待機して、お客様に2回以上かな、3回以上かな。すいません、うろ覚えですけども、3回電話すればいいです。どっちにしても。3回コールして、そうするとその記録が残りますから。で、コールして、10分そこにいて待機して、10分経ったら終わらせてくださいって出てきますよね。あれはもう、連絡する必要はないで、そのままピュッてスワイプして、で、ドローンしちゃっていいです。そういうルールで。で、電話したとしても、すいません、廃棄していいですかって電話したとしても、それは配達員権限で、配達員が廃棄したいって言ったら、廃棄になりますから、でそれで終わりにします。だから電話しても、電話しなくても、結果は同じです。で、電話しなくても、赤点になりませんから、大丈夫です。で、レストランで、食事をするとき、バッグ店内に持ち込みますかって質問あったんですけど、僕は持ち込んでます。貴重品も入ってるしね。
仕事道具も入ってますから、全部持ち込んでます。で、ガストなんか行くとね、まあ、ジョイフルでもそうですけども、店員さんが覚えてて、この人いつもこのバッグに来る人で、ウーバーさんだって覚えてるから、大盛りで頼まなくてもね、ご飯がこうやって、社食みたいにね、大盛りになったりしてね、ありがとうございます。ご飯がね、ちょっと大盛りになったりして、いいですよ。あと、昨日大失敗したんですけど、予想の40%ぐらいしかならせられなかったんですよね。で、最初2件やった時点で、あれなりがいつもちょうど半分だなと思ったんです。で、そこのエリアだけ配達員が多いのかなと考えて、ちょっと移動して鳴らしました。でもその鳴らしたのなんて、後で考えると焼け石に水で、だんだん率が下がっていて、後半になるごとにだんだん下がっていきました。で、一番最後は予想の 40% しかなりませんでした。で、この間あった自分の通信不良とかのせいではないし、昨日はまめに動いていたし、足跡もベタベタつけてあって、そんなのも問題ないし、もう考えられることは、配達員の数が2倍から 2.5 倍になったってだけなんですよね。で、帰り道、そうなのかなと思って見てみたら、やっぱりね、バイクの地蔵さんとかもいました。バイクの地蔵さんがいる日は、自転車はもうお手上げですね。早い人からだいたい順番に仕事が振られていくはずだから、バイクさんが遊んでるってことはもうダメです。配達員が予想の2倍になったり、2.5 倍になったり、その程度はあり得るんだなと思いました。で、朝方、稼働した方がいいですよっておっしゃってる方おられるじゃないですか。僕は否定的だったんですよ。朝稼働しても、夜になるに従って、だんだん率が下がっていくでしょ。調整されて。で、朝やっても同じじゃないかなと思ったんだけど、昼も、午後も、夜もずっと配達員過剰だったら、上への調整する時間帯が全然ないから、そのまま尻すぼみで終わっちゃいますよね。それだったら、尻すぼみでもいいから、朝稼働して数稼いで、夕方行った方がいいんだ。ということに気がつきました。昨日たくさん質問いただきまして、答えきれてないかもしれませんけど、とりあえず出発します。そういえばさっきの話の続きで、昔お兄さん案件ってあった時に、僕一番最初でそれに出くわした時は、僕の経験上これはないなって、サポートに判断仰いだ方がいいなと思って、その時はサポートに電話しました。で、サポートもね、当時流行ってたんで慣れてたけど、10分間待機してくださいと。で、10分間待機して、現れなければ、そのものは廃棄していいです。終わりにしていいです。通常通りしてくださいってことでした。で、10分間待機して終わりにするっていうのは、やっぱり渡したっていう体裁にはしたいんですね。さっき質問者さんがおっしゃってた、法律上渡したことにしたいんじゃないですか。それは多分ありますね。ごめんなさい。お兄さん案件自体が、業界用語ですね。昔、もう4、5年前でしたっけ注文が入るんだけど、到着地についても、注文者がいません。で、そのまま捨ててくださいって。でも、メモ欄に、配達員さんご苦労様です。食べてくださいって。お兄さんよりとかなかったと思うんだけど、そういうコメントがあって、で、10分待って廃棄にして終わりにしちゃって、それ食べていいですよって案件だった。で、なんでそんなことをしたかっていうと、当時クーポンで新しい人がなんか使うと、そのお友達紹介でまた別のクーポンくれるってキャンペーンやってたんですか。で、1回アカウントを使って、で、クーポンお友達の分もらうと普通はダメなんだけど、新しいアカウントをどんどこ作って、で、その新しいアカウントでお友達紹介クーポンを作ると、で、お友達紹介クーポンがどんどん溜まっていくんですよね。それは、コードかなんかなってたのかな。で、そのコードを他の人が入力すると、誰でも使える状態になっていて、で、それを商売にする人が出てきて、例えば10本ぐらいのコードをね、まとめて、で、これで、ウーバーで無料でお食事できます。で、これは
2000円ですとかね、3000円ですとか、メルカリだか、ヤフーなんとかとか、楽天なんとかとか、そういうところで個人的に売っちゃう。そういう人がいました。で、あれは、どうなったのかな、処分されたんでしょうか、急になくなりましたよね。それとさらに関連して、自分で注文したときに、配達員がなんか粗相をしたり、ぐちゃぐちゃなものを持ってきたりすると、でサポートに連絡すると、返金してもらえるじゃないですか。あれ、あんまりやりすぎない方がいいですよ。配達員さんはね。配達員さんは配達員に対して面が厳しいじゃないですか。で、ちょっと斜めになったぐらいでバットとかね、ちょっと崩れたぐらいでダメだっつって運営に文句言って返金してもらったりとか、それ繰り返してると、その回数がね、カウントされていくんです。で、運営の方としては、この注文者さんが注文者さんの請求が真っ当かどうかは審査してない。とりあえず請求があったら返金してる。で、その回数を一定以上過ぎると、この注文者はなんかおかしいんじゃないかって判断して、その一定回数以上やった注文者さんは注文者アカウントバン、注文者アカウント、停止されちゃうんですよね。で、その時に配達員がその注文者になってた場合、配達員のアカウントと注文者のアカウントと実はね、一緒らしいんですよね。別々じゃないの。で、注文者バンされると配達員のアカウントもバンされちゃう。だから、配達員が注文者になって、配達してもらった時のクレームはあんまり回数は出さない方がいいです。前例もあります。一つ思い出しました。さっきのサポートに連絡しないと赤点が心配な方々ですね。メッセージのやり取りはスクショで取っておいた方がいいです。昔ね、ツイッターでサポートをされてる方が、秘密でツイッターでサポートの内容をつぶやいてるってあったんですよ。その方も、特にやめられちゃったんですけど、その人が書いていた内容だと、私たちが注文者さんにコールした時間は見れる。3回コールしたっていうのは見れる。で、その後、廃棄したっていう事実も見れる。ただ、どんなメッセージをお客様に送って、どんなメッセージがお客様から返ってきたかっていうのは見れないんだって。だからその10分廃棄にかかわらず、その他のことでもなんかトラブルになった場合に、のメッセージの内容はスクショで取っておいた方がいいです。後で証拠になりうります。ただし、そのメッセのやり取りは、YouTube とか Twitter とかで上げちゃダメよ。前の散歩くんみたいになっちゃうからね。それは赤点の理由になりうりますから、上げてはいけないです。紹介した手前、たまにやってるんですけど、クリックワーカー飽きるな、すぐ眠たくなります。ちょっとだけやってみました。0. 何ドルか稼ぎました。大倉まで改装してきました。大倉まで改装してきました。この大倉公園ですけども、今の鹿児島本線の最初が開業する前に、ここに線路が通ってたらしくて、で小倉と黒崎の間の、真ん中にはこの大倉って駅しかなかったらしいんですよね。この公園があるんですけども、大倉公園自体が細長い公園でして、ここが駅になっていたらしくて、この辺を線路が通っていたらしいですよね。で、この信号2つブロック向こう側に橋があるんですけども、その橋にも線路を通ってた跡が残ってまして、でまたもうちょっと東側に行くと茶屋町ってとこあるんですけど、茶屋町にも昔の陸橋が残ってます。明治5年1872年に、新橋横浜ができた。九州での初めての鉄道が明治21年ですが、だいぶそれから後なんですけども、1888年にできました。その翌年ですね、当初小倉黒崎間には駅はありませんでしたが、翌年8月に大倉駅ができました。
ただし、その後、明治35年、もうすぐなんですけど、戸畑線で今の鹿児島本線ができてしまうんですよね。でその影響により、明治44年、1911年に大倉線は廃止になりました。当時の駅はこんな感じらしいです。八幡西区黒崎に改装できました長浦公園帯駅です。足跡全然つけてないところなんで、おそらく全然ならないと思います。枝光まで戻ってきました。読代公園まで戻ってきました。境川公園帯駅です。朝からやってるんで、もう何時間なってないんだろう。明日からミスター永遠のゼロとかね、そういう名前に変更します。そういえば先ほどコメント欄で 100% 評価 100% の特急便様、メッセージはどんなことを送っていますかというご質問をいただきました。いつでも100じゃないんですけどね、時々99とか98に落ちますけど、だいたい評価は高いです。で、基本は送ってません。出発するときにこれから行きますとかね、送ってる人もいるみたいですけど、それは自動的にお客さんに送信されるんで、やんなくていいと思います。で、僕が送るときもありますけど、送るのはね、3つだけです。で、1つは調理時間にすごく時間かかってるときで、それ待つときです。で、特にレストランから近いお届け先の場合は、注文者はすぐ来ると思ってるんですよ。2、3分で来ると思ってるのに、来ないとイライラしますから、例えばマクドナルドさんで、表示がね、上から9番目、10番目だったら、ちょっと時間かかるって分かりますんで、今、マクドナルドの、表示見て、上から8番目です、9番目です、ちょっと時間かかります。それだけは送ってます。そうすると、言い訳になるんでね、怒られないで済むから送ってます。で、2つ目は、同じような状況なんですけども、熟成って分かっててね、お客様情報を見ると、何分熟成って分かりますから、熟成自体、言葉分かんない方おられますね。お客様情報を見て、最初にリクエスト飛ばした人の時間の情報を見ることができます。注文者が発注した時間ではないです。Uber の AI が、最初の、配達パートナーに飛ばした時間がリクエストタイムです。で、そこから20分も30分もかかってる場合があります。それはそれだけ予定より遅れてるって可能性があるんで、その時、お届け先について、で、対面の場合は口頭でお待たせしましたって言ってるんだけど、置き配の場合があるんですよね。で、熟成で置き配の場合は、お待たせしましたって一文は入れてます。それも僕の言い訳です。で、3つ目は、部屋番が入ってないとき、見てお届け先の中に部屋番がないってことが分かったら、出発の時にお部屋何番ですかって送ってます。そうすると、配達しながら、そのうち来ますから、で、その番号を見て配達できます。到着してからもメッセージ見てないのか部屋番を送ってくれない人いるんですよ。その場合どうするかっていうと、電話するんですけど、電話して、はい、1311ですとかね、言われますよね。1311、1311って。で、インターホンを押すときは覚えてるんだけど、エレベーター乗るときに、1311、1311とか覚えてても、なんか他のこととか目やると、あれ何番だったっけな、1305だったっけな、1304だったっけなって忘れちゃうときあるじゃないですか。で、そのメモのために、1311ですって電話で聞いたら、お客さんに僕はメモの代わりに打っちゃってます。1311って言って。確認のために打っちゃってます。で、お客さんのところに行っちゃうんですけど、それはそれでよくて、例えば1310って打ち間違えたりするじゃないですか。で、お客さんの方で届いて、いやいや、1311ですよって、また直してくれたりするから、メモ代わりにもなるし、お客さんの確認にもなるから、そこで、メモ代わりに打っちゃってます。で、主にその3つですね。部屋番と遅れるの2つ。夜になりまして、今日、寒類の初なりです。ジョイフルに行きます。
1軒目大手町ドロップです。2軒目ドロップ日上がりです。次入ってます。すぐ行きます。1軒目ドロップ中原東です。3軒目ドロップして、断続的になっていたんですけども鳴りやみました。でここから推測するに僕の今の運転時間の利用率が 9.7% ですから、多分ですね配達員さんの数が平日の 3.5 から4倍ぐらいいるような気がします。昨日は2倍から 2.5 倍くらいでしたからもうちょっと多いですね。でそのぐらいたくさん人が出てたんで私は昼間全然なりませんでした。バイクさんのパワーに負けていました。で配達員がそんなにいるのかなと、4倍もいるのかな、不思議ですけどね。よくよく見てみると普段やってない人が走ってるんですよね。ちょこちょこわかります。でまた軽貨物さんで私たちから見たらわかんない方もおられますし、バッグ持ってないで自転車でやってる人も中にはいるでしょうからね。まあそのぐらいいるかもしれない。で今日は私もサイクリングに行っちゃったぐらいですからポカポカ陽気でね、配達日和じゃねえのか仕事入ってこないからね、本当は小雨降るぐらいが配達日和なんでしょうけど一般の人にとっては配達日和でしたから人数は多かったと思われます。夜9時になりましてオフラインにしました。運転時間はたったの55分、オンライン時間はそれに対して11時間超、運転時間の利用率は 8% でした。もう何も言うことはありませんでも動画をたくさん撮れてよかったです。それだけの日でした。さよなら、また明日です。ピュー。